こんにちは。ようこそ大人の童話シアターへ。本日もお越しいただきありがとうございます。当シアターの支配人ルイと申します。当シアターでは童話、児童文学を中心に世界中の名作や時代を超えて愛される作品を厳選してお届けしております。かつて子供だった私たちが懐かしい物語に再び心をときめかせたり、心に響くまだ見ぬ物語と出会ったりする、そんな豊かな時間をお届けする場所です。大人になった今だからこそ感じられる物語に秘められた言葉の深みや感情の彩りをどうぞゆっくりとご堪能ください。それでは本日も一つの物語をご一緒に味わってまいりましょう。今回ご紹介するのはドイツの作家ミヒャエル・エンデによる珠玉の物語「モモ」です。この作品は1973年の出版以来世界中で1300万部以上を売り上げ、50以上の言語に翻訳され、時代を超えて読み継がれている不朽の名作です。物語の全体像は約400ページと読み応えのあるボリュームですが、ご安心ください。本日はこの壮大な物語の魅力の核心をぎゅっと凝縮して約10分でお届けします。忙しい日常の中でもこの物語が持つ深い感動に触れていただけるはずです。この一冊は私たちが日々の生活の中で忘れかけている時間という名のかけがえのない宝物を静かに、そして深く問いかけてくるでしょう。またモモは1986年に西ドイツとイタリアの合作で映画化され、エンデ自身も本人役で出演しました。さらに2024年には原作の言葉を使い人気イラストレーターを起用した30ページの絵本版が日本でも刊行され話題を呼んでいます。それでは物語の世界へ深く潜る前に、この素晴らしい作品を生み出したミヒャエル・エンデと作品が書かれた時代について少しだけ触れておきましょう。ミヒャエル・エンデは1929年にドイツ・バイエルン州のガルミッシュ・パルテンキルヘンで生まれました。彼の父親はシュルレアリスム、超写実主義の画家エドガー・エンデであり、その影響を受けて幼少期から芸術的な感性を育みました。第二次世界大戦中、エンデはナチス政権に反対するレジスタンス活動に参加し、戦後は演劇学校で学び、俳優や脚本家として活動しました。モモが出版された1973年は経済成長とともに消費主義が加速し、人々の生活が忙しさに追われるようになった時代でした。エンデはそうした社会の風潮に疑問を抱き、時間の本質や生きることの意味を問い直す作品としてモモを執筆しました。このような背景を知ることで物語に込められたメッセージがより一層私たちの心に響いてくるのではないでしょうか。著者の人生や時代の空気を感じていただいたところで、いよいよモモの物語の核心に触れていきましょう。この物語が私たちを誘うのは、誰もが持つけれどいつしか見失ってしまう時間という名のかけがえのない宝物、それを静かにしかし確実に奪っていく灰色の男たちとの対峙を通じて、私たちは生きることの本質を問い直す旅へと誘われます。それではこの物語が私たちに語りかける声に耳を傾ける時間といたしましょう。モモ、盗まれた時間をめぐる魂の冒険譚。序章、円形劇場の小さな哲学者モモ。風が古びた石段を撫でる忘れ去られた円形劇場。その片隅にいつからか一人の少女が住み着いていた。名前はモモ。ボロボロの大きな上着をまとい裸足のまま。しかしその大きな暗く輝く瞳はまるで夜空の星々をすべて映し込んでいるかのように深く静かだった。彼女の唯一無二の才能、それは聞くこと。ただ黙って相手の心の声に耳を澄ますだけで、人々は自らの中に答えを見出し、凍てついた心が溶け、いがみ合っていた者同士が微笑み合うのだった。掃除婦のベッポは長い時間をかけて吐き清める一歩一歩に宇宙の真理を見出し、観光ガイドのジジはモモに聞いてもらうことで
あふれる思想を物語に変えた。子供たちはモモがいればどんな遊びも無限の冒険に変わることを知っていた。モモの存在そのものが人々にとって時間の豊かさを取り戻す魔法だったのである。彼女の周りにはゆったりとした時間が流れ、温かな友情が育まれていった。だがその穏やかな日々に音もなく忍び寄る灰色の影があった。第一章、灰色の影、時間貯蓄銀行のささやき。ある日、町に奇妙な男たちが現れた。時間貯蓄銀行からやってきたと名乗る彼らは、ネズミ色の背広に山高帽、手には常に灰色の葉巻をくゆらせている。彼らは巧みな言葉で人々にささやきかける。時間を節約しなさい。無駄な時間を省けば、将来もっと豊かな時間が手に入ると。理髪師のフージーも、左官のニコラも、居酒屋のニノも、その還元に魅了されていく。彼らは効率を追い求め、おしゃべりをやめ、歌を忘れ、子供たちと遊ぶ時間さえも無駄と切り捨てる。街から色彩が消え、笑い声が途絶え、人々は追い立てられるように無表情で動き回るようになった。かつて桃の周りにあった温かな時間は灰色の男たちによって少しずつ、しかし確実に盗まれていったのだ。友達は次々と桃の元を去り、円形劇場は再び静寂に包まれる。ただその静寂は以前の豊かなものではなく、冷たく虚しいものだった。第2章、カシオペイアの導き、時間の源流を求めて。孤独と不安に苛まれる桃の前に、一匹の不思議な亀が現れる。甲羅に文字を浮かび上がらせて意思を伝える亀、カシオペイア。ついておいでというメッセージに従い、桃は灰色の男たちの追跡を交わしながら、時間の源流を目指す旅に出る。それは、現実と幻想の境界が曖昧になるような不思議な道のりだった。カシオペイアは未来を予知できるが、伝えるのはほんのわずか先のことだけ。桃は亀のゆっくりとした歩みに合わせ、一歩一歩未知の世界へと足を踏み入れていく。灰色の男たちの巧妙な罠が幾度となく桃を迷わせ、絶望させようとする。しかしカシオペイアの静かで確かな存在と、心の奥底で響く友達の声が桃を支え続ける。この旅路は桃にとって時間泥棒の正体だけでなく、時間とは何かという根源的な問いに触れるための魂の巡礼でもあった。第3章、マイスターホラの英知と時間の花の秘密。カシオペイアに導かれ、桃はついにどこにもない家にたどり着く。そこは時間の管理者マイスターホラが住まう場所だった。無数の時計がさまざまなリズムを刻む部屋で、マイスターホラは桃に時間の本質を語り始める。時間とは生きることそのもの、そして心で感じなければそれは存在しないも同じなのだと。彼は桃に一人一人の人間が胸の内に持つ時間の花を見せる。それは生命の輝きそのものであり、灰色の男たちが人々の心から盗み、自らの糧としているものだった。彼らは人間から盗んだ時間を冷凍し、それをエネルギー源として存在している生命なき存在なのだ。マイスターホラは桃に一時的に世界全体の時間を止める力を授ける。だがその力を使えるのはたった1時間だけ。そしてその間に灰色の男たちの時間貯蔵庫を破壊し、盗まれた時間を取り戻さなければならない。武器はマイスターホラから託された一輪の時間の花のみ。第4章、決戦、一輪の花と灰色の軍勢。再び人間界に戻った桃は、時間が完全に停止した世界を目の当たりにします。人々はまるで彫像のように動きを止め、灰色の男たちだけがそこかしこでせわしなく活動していました。彼らは盗んだ時間を巨大な冷凍貯蔵庫へと運び込み、その葉巻から立ち上る煙によって自らの存在を維持していたのです。桃はカシオペイアと共に彼らの本拠地である時間貯蓄銀行の巨大な地下要塞へと潜入します。冷たい鋼鉄の回廊を無数の灰色の男たちが行き交っています。もし見つかれば桃の存在もたちまち効率化されてしまうでしょう。息を殺し
小さな体と知恵を頼りにして桃は貯蔵庫の中心を目指します。そこにはおびただしい数の時間の花が青白い光の中で凍りつき、その輝きを失っていました。やがて灰色の男たちの首領たちが集まり、桃の侵入に気づいてしまいます。桃は絶体絶命の危機に陥りました。しかし桃はマイスターホラから託された一輪の時間の花を胸の前で固く握りしめます。その花は桃の勇気と愛に応えるかのように温かな光を放ち始めたのでした。第5章、夜明け。取り戻された歌声と色彩。桃が時間の花を貯蔵庫の凍てついた花々に近づけた瞬間、まさに奇跡が起こりました。一輪の花から放たれた温かな光が凍結していた時間の花々を次々と溶かし始めたのです。解き放たれた時間はまるで本流のように灰色の男たちに襲いかかり、彼らは自らが盗んだ時間に飲み込まれるようにして一人また一人と消滅していきました。葉巻の煙が晴れ、時間の牢獄は音を立てて崩壊しました。そして世界に止まっていた時間が再び流れ始めます。人々は長い眠りから覚めたかのように動き出し、何が起こったのかすぐには理解できないものの、心の中に何か温かいものがよみがえってくるのを感じました。盗まれた時間が持ち主のもとへと帰り、街には再び笑い声が響き渡り、歌が流れ、鮮やかな色彩がよみがえったのです。ベッポはゆっくりと、しかし心を込めて道を吐き、ジジは子供たちに新しい物語を語り聞かせ、理髪師のフージーは客との会話を心から楽しんでいます。モモは円形劇場でかつてのように多くの友達に囲まれていました。彼らの顔には失われた時間を取り戻した安堵と純粋な喜びが光り輝いていました。それは灰色の支配が終わったことを高らかに告げる世界の新しい夜明けでした。終章、心の耳で聞く永遠のメロディー。モモの物語は単なる空想の産物ではありません。この物語は私たちの現実、すなわち現代社会の姿を映し出す深遠なる鏡なのです。ミヒャエル・エンデが投げかける問いは今も私たちの心に静かに、それでいて力強く響き続けています。あなたの時間は本当にあなた自身のものだろうか、あるいは効率や成果ばかりを追い求めるあまり人生の真の豊かさを見失ってはいないだろうか。日々の慌ただしさの中で私たちはつい聞くという大切な行為を忘れがちになります。自分自身の心の声に、愛する人の言葉にならない思いに、そして世界が奏でる微細な音色の数々に、モモが持っていたものは何か特別な魔法ではありません。それは相手のありのままを受け止め、心から深く共感する聞く力だったのです。その力が凍てついた関係を溶かし、創造性を育み、真の豊かさを生み出す源泉となることを、この物語は私たちに教えてくれます。灰色の男たちは完全に消え去ったわけではないのかもしれません。彼らは姿形を変え、今もなお私たちの心の隙を虎視眈々と狙っている可能性があります。だからこそ私たちは自問し続けなければなりません。何が本当に大切なのか、何に自分の時間を使うべきなのかと。この物語を読み終えたあなたが、もし日常の中でふと足を止め、空の色や風の音、あるいは誰かの微笑みに新たな美しさを見出すことができたなら、そしてまたあなた自身の時間の花をこれまで以上に慈しみ、それを輝かせるための小さな勇気と希望を心に灯すことができたなら、それこそがミヒャエル・エンデがこの物語に込めた最も美しい願いと言えるでしょう。あなたの心にモモの静かな眼差しとカシオペイアの確かな歩みが永遠のメロディーとして残り続けることを願います。いかがでしたでしょうか。ミヒャエル・エンデが紡いだモモは読むたびに新たな発見があり、人生のさまざまな段階で異なる響き方をする深く、そして優しい物語です。変化の激しい現代だからこそ、この物語が静かに語りかける時間の大切さというメッセージは
私たちの心の道しるべとなるかもしれません。あなたにとってこの物語で描かれる時間とはどのような意味を持つでしょうか。そしてこの物語からどのような生き方を受け取りましたか。よろしければぜひコメント欄であなたの感想や思いをお聞かせください。もしまだこの物語を手に取ったことがないという方はぜひ一度読んでみてください。きっとあなたの心に深く響く何かが見つかるはずです。すでに読んだことがある方も大人になった今再読することでかつては見えなかった宝物のような言葉に出会えるかもしれません。大人の童話シアターではこれからも時代を超えて人々の心を魅了する物語の中から大人になった今だからこそ深く心に響く珠玉の作品をお届けしてまいります。ぜひチャンネル登録をしていただけましたら大変励みになります。それではまた次回の物語でお目にかかれることを心より楽しみにしております。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。